これは戦後間もなく行われた佐久間ダムの建設風景である。佐久間ダムは日本の経済復興のきっかけとなった史上最大の建設と言われている。大型の土木機械、大規模で組織的な施工。それはかつて10年以上かかると言われていた佐久間の開発をわずか4年で完成させてしまった。佐久間ダムは私たち土木技術者にとって忘れることのできない建設であり、ここから戦後の土木の歴史が始まったということができるだろう。佐久間から20年経った。日本の土木はこの20年の間に飛躍的に拡大してきた。日本の至る所に工場地帯を作った。佐久間を超える新しいダムをいくつも築いた。人工の海岸線を作り、国土の姿を変えることも可能になっている。現代の土木は佐久間をはるかに超える大きな力とスケールを持っている。しかし機械の力とスケールの大きさだけが現代の土木のすべてだろうか。私たちの仕事は国土と一体の関係にある。幸か不幸か、私たちは日本という山が多く雨の多い土地に生きてきた。川は豊かな恵みであるとともに大変な災厄でもあった。どうしたら水の脅威から生活を守ることができるか。そのための知恵と努力が土木の始まりであった。例えばこの御代川。南アルプスの近くから甲府盆地に流れ下ってくるこの川は決して長くはないが典型的な急流河川であり、大変危険な性格を持っていた。それというのも御代川はほとんど直線のまま流れてきて、甲府の近くで本流である釜無川に直角に合流してしまう。釜無川は大きいが、その水圧にいつも耐えられるとは限らない。この川をうまく制御したのは16世紀の武田信玄であった。その工事は御代川を分流させることに始まった。分流させた流れを釜無川と直角にならないように上手の方に導く。合流点には高岩と呼ばれる大きな岩の大地がある。そこに水圧をぶつける。さらに乱流の影響を防ぐために下流に独特の堤防を築いた。御代川は
現在でも16世紀のアイデアのように高岩にぶつかり合流している。下流には信玄堤を基礎にした堤防が続いている。16世紀の知恵と努力は400年後の現在でも人々の生活を守って生きている。水を治めるとともに水の利用も始まった。どうしたら水のないところで水を使うことができるか。北佐久地方は千曲川という大きな川がありながら大地をえぐって深いために人々は川の水を直接利用することができなかった。遠く20キロ以上離れた立科山。この山麓に湧き水を発見したのは17世紀の人々であった。彼らは長い用水を引く工事を開始した。その時のリーダーは初代六川長三郎と記録されている。後に塩沢関と呼ばれるようになったこの用水は総延長約50キロ、幹線だけで48の分水石を持ち2000ヘクタールの田畑に水を送っている。しかしいつの場合でもそうであるが、水を引くより水を公平に利用する方が難しい。塩沢関には大将と呼ばれる排水担当者がいる。彼はこの用水を引いた17世紀のリーダーの子孫であり、彼の家系は300年にわたって排水の仕事を続けてきた。彼の判断に基づいて関の開閉が行われる。塩沢関はおそらく近代以前の知恵が生み出した最良の方法であったに違いない。現代の私たちはもっと別な方法で水を管理し運用している。北上川は東北きっての大河であるとともに有名な荒れ川であり、下流一帯は洪水の常習地帯と言われていた。現代の技術がこの川を制御した。つまり北上川に流れ込むたくさんの支流にいくつかの流量調節ダムを作ることによって本流全体の流量をコントロールする、いわゆる水系一貫管理が北上川総合開発の基本である。大きな水系での一貫管理は長い間の理想であった。ダムを作る技術だけでなく、多くの分野での技術の進歩が必要だった。水利研究の発達もその一つである。こうした基礎分野での新しい発見と理論は、コンピューターの技術とともに私たちの有力な武器となった。今、北上川の支流には流量調節と発電を目的としたいくつかのダムが完成している。和賀川の湯田ダム、
猿ヶ石川の多瀬ダム、四十志田ダム、そしてその管理運用には流域の各地に設置されたロボット水位計や雨量計が正確なデータを送り出す。総合管理事務所のコンピューターがそのデータを処理する。かつて長い間、塩沢関の大将は自分だけの能力で用水を管理してきた。しかし私たちはコンピューターをパートナーとすることによって水系全体を管理することができるようになった。そして水系一貫管理はより多目的な水の利用を可能にした。今では数百キロに及ぶ用水が日本の各地で農業用水だけでなく都市の人々や工場地帯のため大量の水を供給している。自然を知ること、自然を利用することは土木の出発点であり、私たちはその上にさらに新しい知識と技術を積み上げていく。昭和30年代のことであった。津軽海峡で青函トンネルのための海底調査が繰り返し行われていた。私たちの仕事にはいつの場合でも未知の分野との出会いがある。青函トンネルもそうであったが、現代の土木はそれがビッグプロジェクトであればあるほど綿密な調査とプランニングが必要である。そしてそのプランニングにはかつて土木と無関係と思われていた多くの分野からの知識が必要になってきた。東名高速道路のプランニングもその典型的な例であった。東名高速は言うまでもなく名神とともに日本で初めて建設された本格的なハイウェイである。日本人の大部分が経験したことのない新しい道であり、外国での例や一般道路の技術だけでは解決できない多くの未知の分野があった。例えば100キロのスピードはドライバーにどのような影響を与えるか、生理学、心理学の分野からの研究、安全工学面での追求、情報を正確に伝えるためにはどのような方法が適切か、パターンと視覚の研究、ドライバーの疲労を少なくするためにはどこにどのような施設が必要か、どうしたら自然環境とマッチするか、多くの分野からの知識と情報が提供された。そしてそれらを集約して一つのプランにまとめ上げるのは土木技術者の仕事であった。コンピューターを使って道路ができた時の新しい景観も予測した。
昭和44年に完成した東名高速道路は、道路と人間の関係を追求した新しい道であり、多くの分野からの知識の集約であったと私たちは考えている。今、日本の各地では、かつてない新しい試みが続けられている。関門海峡では、地震や台風の影響を完全に克服して、センタースパン712メートルの長い吊り橋が海を越えた。青函トンネルの現場では、海面下240メートルで湧き水の危険と戦いながら掘削が続けられている。全長53.9キロ、世界最長の海底トンネルは昭和53年に完成の予定である。全国を新幹線で結ぼうとする大きなプランも実行に移されつつある。私たちの仕事は年を追ってスケールの大きいものになっていく。そのための新しい技術はいつも追求されなければならない。しかしそれと同時に私たちの建設が人々や自然環境にどのような変化をもたらすか、その影響を前もって予測し、新しい調和を見つけ出していくことも重要な仕事になっていくだろう。本州四国連絡橋の着工も間近である。都市。日本人の 70% は都市に住んでいる。自然をコントロールし、多くの分野の知識を吸収してきた土木は、当然の結果として生活環境の改善に直面する。そこでの仕事は実に多い。都市のプランを作る仕事、都市を立体化する仕事、古い市街を再開発する仕事、交通網を整備する仕事。現代の都市はいつも工事中である。そして最も重要な仕事の一つが地下で行われている。電気、ガス、電話、水道、下水道。都会生活の神経と動脈がここにある。都市での仕事は自然だけが相手ではない。人間生活そのものが私たちの前に立ちふさがる。交通対策、騒音の問題、住んでいる人々の利害関係。多くの制約を背負って一本の下水道が掘られている。汚水処理場も地下に建設されるようになった。道路を掘り返したりしないで、モグラのように地下を掘り進んでいく工法も開発された。シールド工法による地下鉄の建設。
地上の人々が気づかないその下で地下鉄が完成していく。都市は生きている。生きているためにいつも変化と改善を求め続けている。それに応えて私たちも自分たちの手で築いたものを自分たちの手で作り変えていかなければならないだろう。しかし、もし土木がシビルエンジニアリング、市民生活を支える技術と呼ばれるならば、こうした仕事の中にも私たちの技術の本質があるのかもしれない。土木技術者のグループが三国峠の近くで一つの実験を試みようとしている。雪国の人々にとって恐ろしい災害である雪崩の現象を人工実験によって解明する。日本の土木は自然から人間生活を守ることに始まった。そして長い歴史の中で次第に大きな力を手にしてきた。しかし私たちは決して自然を征服できるとは思っていないし、現代の土木がそれを目指しているとも思わない。現代の土木は調和を見つけ出す技術である。自然と人間の間に、あるいは一つの人間生活と他の生活の間に調和と接点を作り出す技術であると私たちは考えている。現代の土木は自分を主張しない。しかしそうであるからこそ土木という仕事はシビルエンジニアリングと呼ばれているのではないだろうか。